はい、どうもってなんです。本日なんですけども、まずちょっと食材を持ってきましょうか。よいしょ。こちら何なのかと申しますと、多分これ全然伝わんないと思うんですけど、こちら本マグロの頭とか尻尾とか、そういったアラ関係が入ってます。つい先日、ヒカルさんとの第3回目のね、コラボ動画を撮影させてもらいまして、その時にヒカルさんからね、このマグロをプレゼントしてもらったんですよ。んでもって、全部ではないんですけど、このマグロの、胴体というかな、身のところ、そこは、ヒカルさんの方の動画で、いただきまして、この時の様子というか、ヒカルさんの方の動画は、この動画の概要欄とか、僕の固定コメントに、URL がバンと貼ってると思いますんで。これがその時の頭とか尻尾とか中骨とかなんかそこら辺を集めて送ってもらったもんですね。ただこれね、多分鮮魚店というかマグロを扱ってくれた黒谷さん、その方がねかなり気を利かしてくれてますね。これ明らかにあの時以上入ってますもんね。これ今もう尻尾2本見えてるし、ありがてえ。つまりそうなんですよ、ヒカルさんと黒谷さんのおかげでこれ0円なんですよ。いやもう本当ありがたいね。てか僕やっぱダメだな。普通マグロの身というか大トロとかが入ったブロック、あれを見ておわーってテンション上がるのが普通だと思うんですけど、もうね僕の場合こういった頭とか尻尾とか骨とかこういったものがテンション上がるんですよね。一体これどうやって食ってやろうかみたいなね。でもちろんながら僕このマグロの頭とか扱ったことがないので、一応知識だけはもう入れてきましたけど、なのでもうちょっと探りいきましょうか。というわけで早速本日も作っていきましょう。じゃあでは作っていきましょうか。てかもうね、でかすぎて画面に収まらんのっすよね。これサイズ感伝わるんかな。僕が持つとね、大体こういう感じ。なんとなく大きさ伝わりますかね。うわー、くそ重たい。で、一応今回の部位としては、こちらがまず頭。んで、中骨というか、中落ちのところと、マグロのテール。んで、あともう一個、マグロのカマ。こちら側が頭ですね。というわけで今回は以上4部位かな。ってことで何を作るかっていうのは正直まだバチッとは決まってないんですけど、ここから身を取り出しながら決めていきましょうか。で、とりあえず、この中落ちのところはもうこれごと食卓に持っていきます。で、実食部屋でこれを書き出しだからその場で食べるという、そういう豪快にいきます。なので今この段階であまり空気に触れさせたくないので、もうラップでぐるぐる巻きにして、これは冷蔵庫で待機。よいしょ。ではまずこちらの頭から参りましょうか。で、この頭から取れる部位が、まず1個目がこちらの目玉。この目玉が右と左の各1個ずつの計2個。で、2つ目が頬肉。これも右と左両方とも1個ずつ。ごめんね、結構赤いよね。苦手な方もおるかもしれんけど。3つ目がここの頭肉。脳天とか言ったりする場所。1、2、3、4つのブロックみたい。で、上側2つが、なんかね、脳天って言ったりとか、蜂の実って言ったりするみたい。で、下側2つが、なんか第2の実なんですって。で、一応、これかな？これが下顎のお肉。だから計1、2、3、4、5、6、7、8、9かな？ 9 つ取れるみたい。で、まず目玉からいきましょうか。今から目玉をくり抜くっていう作業に入るので、苦手な方は、ここに書いてある分数というか時間までスキップをお願いしますね。で、いくら魚体が大きくなろうと、構造は多分人間と同じだと思うんで、ここの外周1回ぐるっと回して、周りの接着を外してカポッと。で、奥にある視神経の束を切れば取れるはず。で、ちょっと指突っ込んで、接着を外して、これに関してはもう裏側からグッと押した方が出やすいかもしれん。そしたらあとはこの神経の束を切れば目ん玉ゲット。ここはなんかお煮付けにしようかな。この目ん玉の煮付け美味しいよね。ほんと超希少部位。ここの中の取りきれんかった部分もこそぎ取って、これもしっかりお煮付けに入れましょう。てかここまで置けてハサミが楽ね。そしたら反対側も同様に接着を外して神経の束切って取り残した身を回収して、これにて目玉の摘出完了。で、中にはちょっとグロいかなって思う方もねいらっしゃるかもしれないですけど、でもこれが命をいただくっていうことですからね。このいただいた命はもう余すことなく食べましょう。そしたら続きましてここの頬肉いきましょうか。てかちょっと滑るな。ちょっと下にペーパー1枚かませよう。ではまずこの皮をめくっていきましょうか。てか先にこれ全部しときゃよかったな。この目玉抜く前にね。ちょっと順番間違えたかな。
お、だいぶ見えてきましたね。そしたらここに見えてるほほ肉を取り出して、うわ、この作業すげえ楽しい。ほんと身を切るというか骨との接着をこう剥がしてる感じですね。これすっごい楽しいよ。これみんなにもしてほしい。ここがほほ肉。やばい、超美味しそう。これもう手ギトギト油で。じゃあ続いてこっちの頭肉いきましょうか。でこれよく見たらね、頭肉のここのところちょっと伝わりづらいですけど、ここにね骨がこう入ってる。こういう感じで。でもちろんここにも。だからこれを骨に沿わせて、あ、見えてきた。そう、この骨。これを避けつつ身を剥がして、じゃあ最後ここのつながりを切り離せば、これが脳天。すごいよ、サシ入りまくり。そしたら続いて第2の身。これも骨に沿わせて身を切り離して、うわ、ここ難しいな。骨がすごい複雑。これどうやって剥がすんやろ。あ、いけそう。もうほんと骨を探り探りでっていう感じですね。これ取れた。あ、ここさっきのやつよりもちょっと筋っこいかな。繊維がバーッと走ってますもんで。そしたら無事片面が終わりましたんで、続いて反対側。それはもう両面とも頭肉も目玉も全部取り終えましたんで、多分これで最後、ここの下顎のお肉、これ出刃で落とせるかな。あ、全然普通に余裕で落とせた。でもこちら側にはお肉がないので、この子はバイバイ。んでこれはどうやってさばけばいいんだ。まずこのビラビラは外して、あ、これお肉が両サイドのここにまず入ってますね。で多分これ指でいけるな。あ、これ結構綺麗にいきますね、指で。あ、でもこれ結構繊維強いな、ここ。もうほんとこの骨に沿って指をはわして骨と身を剥がす作業ですね。これ硬い筋だけは包丁で外しながら。結構筋っこいけど、もう油ギットギトっていう感じ。反対側も同じように。よし。そっか、これよく考えたらあれだもん。カマのお肉の延長線上やけ。それはこんだけ油乗るわ。すごっ。というわけで身の抽出完了。まずこちらが目玉とか、その目玉の奥のそのなんていうの、身ともなんとも言えないこのブリブリっとした場所、ここは全部鬼付けになります。でほほ肉、脳天で第二の身で下顎、これに関しては何にするかまだ決めてないです。多分丼にするかな。でここがなんていうかな、ブロックとまではいかないけどちょこっと抽出できた身とか、あとなんかちょっと骨に残っちゃったところをこそぎ取ったやつですね。これは細かく叩いてネギトロにしようかな。
まあ、でも多分この後さばく釜とかそういったものからもこの中に入っていくとは思いますけどね。じゃあとりあえず頭のお肉は全部冷蔵庫で待機。そしたらお次が釜。そしてこのサシの入り方、もう一言たまらんねこれ。なんかもう笑けてくるわ。でこの釜のとこ結構複雑に骨が入ってるんですけど、イメージ的に頭があったこっち側からこういう感じで骨がある感じで、ここに身があるみたいな、特にここら辺とかはね、それをイメージしながらちょっと骨から外していきましょうか。ここがカマトロ、もう間違いなくうまいところんで、あとはこの血合いの近くとこの腹骨の下、ここの血合いは避けつつ、ここもすごい美味しそうね。実際この血合いのところもちょっと色は悪いけど、ここも煮付けにしたりとか、あと骨を取って唐揚げにしたりとかしてもすごい美味しそう。こういった血が噛んでいるとこはでも取ろうかな。今回はこれは煮付けに加えようかな。んで後の部分は細かく叩いてリゲトロにします。とりあえずカマの身の取り出し完成。ここら辺が丼用んで、煮付け、ネギトロんでね、この腹骨のところとこの骨と、あと残ってる場所が結構筋っこいんで、ここら辺全部を使ってお出汁を取ります今回で。丼にしたやつ最後お出汁かけてお茶漬けにしましょうか。なんかすごい美味しそう。いやこれ相当いい出汁出ると思うよこれ。なんとなく今回の全体像が出来上がってきましたね。なんかたまにはいいね、なんかこういうなんか行き当たりばったりな調理っていうのもね。ではとりあえず、はい次っていうかこれで最後ですね。最後がテールで、これちょうどいい。これお見せしようと思ってたんですよ皆さんに。これ真ん中が背骨なんですけど、この中にこれが入ってるんですよ。女性の方大好きコラーゲン。しかもこれ普通に食べれるっていうね。なんていうかね、生臭くてしょっぱくて特に味がないところてんって感じ。決して美味しいものではない。で普通このマグロのテールってこうぶつ切りにしてでステーキとかにすると美味しいんですけど、我が家ノコギリがないんでこの骨多分断ち切れないんですよね僕。なのでこれ3枚おろしの要領でちょっとおろそうかな。ここ邪魔。一応取れたけどほとんども食べるとこないですね。ここあんまり美味しそうじゃないな。もし食べるとするならそぼろ状にしてマグロフレークとかそっち系になるかな。ちょっと硬そうやけど、これやっぱ火を通してそぼろ状にしてお茶漬けの時のこうあしらいというかこうパッて散らす感じにしよっかな。とりあえずこれで尻尾の処理完成。そしたらまずは今回の煮付けからいきましょうか。さすがに今回マグロだけだとちょっと寂しいので、この大根とごぼうも一緒に煮付けていきましょうか。これチキンごぼうの余りのごぼうです。そしたら今回は大根の皮は剥いて、今回は大きめのゴロゴロっと乱切りでいこうかな。そしたらごぼうは一度叩いて繊維を柔らかくしたら食べやすい大きさにカット。
でこの大根の皮はサラダかなんかにしようかな。じゃあ大根はこのお米のとぎ汁に加えて、んで火にかけて、だんだんと沸いてきたら弱火。あとはこの中でこう優しく優しくこうくるくる対流させるような感じで、それが透き通ってくるまでだいたい20分と見た。いや30分かな、大きめに切ってあるし。なのでまず30分下茹で。ちなみにお米のとぎ汁使うのは大根のアクを抜けやすくするためと、あとはこのお米のでんぷんでお湯がこうねっとりとするんで、こう優しく優しく火が入るっていう理由ですね。で大根の皮は塩振って、もうものの30秒ぐらいで大根の皮から水分がこうジュワッと出てきますんで、塩をさっと洗い流して、この水分はよーく切って、この人でもね大根の青臭さとかアクとか、あと辛すぎる辛みとか、そういったものが抜けるので多分すごく食べやすくなると思います。大根の皮も美味しいけね。そしたらちょうど冷蔵庫に生ハムが余ってたんで、この生ハムで大根を包んで、あとは上からイクラでも振りかけて、スイートチリソースなんかを下に引けば即席小鉢完成。まあこれが美味しいかどうかは知らん。下茹でが終わったら一度取り出して、若干芯が残ってる感じはありますけど、もう今日はこの辺で勘弁しときましょう。であとはラップもせずにこのまんま放置して、この大根から余分な水分がこう蒸発していくのを待ちます。乾燥肌みたいなカサカサの状態にしといて、後でこう煮汁がぐーっと入り込みやすいように。そしたらこの間に今回お煮付けに使う部分に熱いお湯をかけて、かけるというかこうお湯にくぐらせて、表面の色が変わったら間髪入れず冷たいお水に落として、いつも通りの油脂もですね、臭み抜きのためですね。そしたら今回の煮付けに使う材料をせーの、こちらからだし、みりん、酒、濃口醤油で、今回のこちらのお出汁は利尻昆布と鰹節の合わせ出汁で、今回の分量がこちらから1リットル 200cc250cc、僕が普段作るやつよりもだいたい2倍くらい濃くしてあります。みりん、酒、醤油がねっていうのが、あんまり長時間煮込んでも硬くなるのも嫌なんで、マグロなんでもう火が通ったらこれさっと取り上げて、でこの煮汁の方を煮詰めて、このマグロの脂がすごいんで、多分もうこの脂でとろみがすごいつくと思う。このとろっとした煮汁を上からかけるような感じにします。でこの煮汁を煮詰めてる間に、そこに大根を落として、大根自体にもしっかりと味を含ませるような感じ。今日そういうイメージです。なので一度これを全部合わせて、で火にかけて、沸いてきたらまずは目ん玉と血合いのところというか大きい身のところ、これはどんぐらいかな、再沸騰してから5分くらいでいいかな。ちなみにこちら結構今回は甘さを抑えてるんですよ。もう多分この油が甘いかなと思って。なのでもし参考される際は一度これで味見してもらって、ちょっとみりん足したりお砂糖足したりしながら。ただ塩分に関してはこれぐーっと詰まっていくんで、あんまりしょっぱくしても辛いかなと思います。そしたら結構アクが出てきましたね。このアクはお掃除して5分経ったら取り出して、続いて身の細かいところ、ここはおそらく一瞬で火が通るんで、再沸騰してきてこのアクを掃除したらもうすぐさま回収。多分今回の作り方、ぶり大根とかなんかそういったものにも応用効くのかなと思います。白身魚だとあんまりこれせんかな。そしたら一応ここに煮汁はかけといて、粗熱が取れたら蓋して、で冷蔵庫で待機。で一方こちらの煮汁に大根を落として、わりかし強めの火でガンガン炊いていきます。15分ほど経過して結構いい感じに詰まってきましたね。そしたら最後ごぼうを加えて、あと5分くらいかな、強火で。だいぶいい感じですね。じゃああとこれ火を切って、このまま熱を冷まして大根にぐーっと味を染み込まして、で最後目玉と一緒に盛り付ければ完成。美味しいかも。
でこっからは最後の締めで食べるお茶漬けのお出汁の準備に参ります。まあいつも通りですね。まずはこっちの身の方に薄くお塩でひっくり返してこっち側にもお塩でマグロの皮ってすごく汚いので多分皮付きのままやっちゃうとお出汁が黒く濁るような気がするんですよ。なので全部皮面包丁でこそぎ取ってます。ただあんまり意味ない感じもするけど一応皮の方は下にしてこのまま10分ほどまず放置して水を出します。水というか臭みを含んだ水分って感じかな。10分ほどしたら水は吸い取ってでもってお湯だばそしたらこれを水で戻した昆布だしの中にポイで火にかけて忘れ物ここでお酒一回しそしたら70度前後で昆布は取り出してで沸騰してくるとこの昆布のぬめりがブワッと出てきますんでこれは丁寧に除いて次はこのマグロのアクとちょっと今回油がやっぱすごいので多すぎる油は取りつつふぐだしと同じようにこれ15分ぐらい煮出そうかな。時々この骨は返しながら。では15分後へ移動。すごいどんどん出る出汁がやっぱマグロの出汁って濃いね。でもこことかめっちゃ美味しそうやもんね。火を通すとめっちゃうまい。ほんと牛ほほ肉みたいに筋が柔らかくなるね。やっぱこういう筋っこいところは火を通すに限るね。それはもうこれは火を切って骨取り上げてこれをこせばこれでマグロだし完成であとは味を見つつ薄口醤油ちょぴっともうほんと香り付け程度で最後はお塩で塩分調整バッチリ。そしたら続いて忘れないうちにマグロそぼろ。まずはフライパンにお酒とみりんもうこれ1対1でマグロの筋とかそういう硬いところこれそぼろなるかな大丈夫かな。そしたら火にかけて沸騰してきたらこの身をほぐすようにイジイジでもちゃんとほぐれるそしたらここにお塩で味付け余分な水分飛ばして最後にごまこれで完成。ちょっと見づらいとは思いますけどでここにさっき酒とみりんだけ入れたんですけど酒みりん薄口醤油111で加えてもらったらもっとご飯に合う味付けになるのかなと思います。今日はあくまでもあしらいなんでねこれしたらもうここからいよいよかけようですね。いざネギトロ作りに参りましょうか。こっちが釜のところの釜トロ以外の良さげなところを掘り出したところでこれが頭というか頭肉周りの美味しさのところを掘り出したところでこういった感じで結構脂身のところを多めに掘り出してるんで結構ねラグジュアリーなネギトロになりそう。これはもうこことかもうがっつり脂身のところそしたらあとはこれを叩いていくだけ。あとはこれを盛り付けてあとネギトロに欠かせないものといえばこちらのたくあん。あとはもうなんか適当なあしらいをネギトロ完成。もうたくあんのインパクトが強すぎて何も入ってきませんけどね内容が。そしたらあとは最後は頭肉とか脳天とかあとカマトロとかそういったところを切りつけてご飯に盛り付けて完成になりますんでちゃちゃっとあしらいを作っていきましょうか。あしらいというか薬味というのか。
これにて完成。今日は大葉とみょうがときゅうりでいこうかな。本当は菊の花とかねあったらよかったんですけどね、買い忘れですね。で今回丼は6つ作っていきます。部位によってカマトロ丼にしたり、あごのみ丼にしたり、ほほ肉丼にしたり、なんかそういった感じで作っていきます。臨機応変に参りましょう。ではまず僕が今回一番楽しみにしてるこちらのカマトロ。そしたらまず一度形を整えて、もうね油でぬるぬる、すごい。それもちょっと大葉を引いて、ブリカマ丼完成。ブリカマ丼、ブリカマ丼、ブリカマ丼。で続いてこれが多分脳天かな。ちょっと筋っこいとこだけちょっとトリミングして、で繊維がこっち向きにバーッと走ってるので、切りつけるならこの向きかな。これもすごいわ、油まみれ。カマトロもそうですけど、油がすごすぎても一回一回拭かんともう切れんくなりますね。脳天丼完成。んでほほ肉、こちらもまず筋の強そうなとこはちょっとトリミングして、でこのほほ肉結構筋が強いので、ここから放射状にこう伸びてる筋をまず立つように考えつつ、どう切ろう。まず一旦ここで落としちゃって、んでこういう感じかな。だから間違いなく筋が強いんで、ちょっと隠し包丁を入れてちょっと盛り付けていきます。本来このほほ肉ってステーキにしたりとかして火を通して食べるところなんですよね、ここ。多分普通丼にはしないと思うんですけどね、ここ。んで第2の身、ここも結構筋強いですね。これも同じようにも結構薄く削いで作ろうかな。というわけで今カマトロで脳天、ほほ肉、二の身、この4つは作り終わったんですけど、こっちのあご肉、これもう一回よく見てみたら大変筋が多いんですね。これ全部筋だし、こっち側ももうぶっとい筋バシッと走ってるんで、多分これね煮付けとか火を通した方が絶対美味しいと思う。あと塩焼きとかね。だからこれは僕のお夜食にしよう。刺身で食べるのはもったいない気がする。でこちら残り2つの丼に関しては中落ちとネギトロ、この2つのためにこのまんま持っていきます。一応薬味だけ添えといて。というわけでこれにてご飯関係の調理は終わり。じゃああとは煮付け関係を盛り付けて、これで目玉の鬼付け完成。いいね、この田舎盛りというか、この実家に帰った盛り付けみたいな感じいいね。なんかまさに漁師飯って感じ。あとは中落ちと、あとわさびも一応添えて、その他もろもろを揃えれば、はい、これでマグロのアラコースの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。マグロビジュアル的なインパクトがすげえ。なんじゃこの光景。んでね、こことはまた別にあと丼が4つあるんですよね。乗らないのでこれはまた後ほど。では早速食べていきましょうか。いただきます。おお、ギュンとくる。うわ、今日いつにも増してうまいですね。でもすごいよね。これだけっていうか、これ以上に並んで材料費ほぼゼロですからね。ありがたい、ほんと。もうほんと改めまして、ヒカルさん、クロエさんどうもありがとうございます、ほんと。味わって食わねば。そしたらまず、初手安定のお口の潤い。じゃあ今回のマグロのお出汁。ここにちょっとお塩を振って、お出汁からお吸い物に消化させて。バリうまい。半端じゃなくうまいね。だってもうこの濁り方ばい。
めちゃくちゃ濃い。もう全然癖ないね。マグロってすごいな。以前バチマグロかな、あれをさばいて漬け丼にした時、あの時もお出汁取りましたけど、やっぱね、マグロの出汁うまい。赤身やからね、結構血のイメージがありますけど、全然血生臭くないし、めちゃくちゃ濃厚。これ好きだわ。で、個人的には、ここにちょっと日本酒を回して、酒の香りをプラスして、牛尾汁にするのが好き。そんならば参りますか。そうやな、まずこっちの中落ちからいこうかな。なんかこういった血合いのところとか、こういったとこは避けつつ、この骨の隙間を沿って、いやー、楽しいわ。そしたら大変ご行儀悪いですが、ここにわさび乗っけて、んで、刺身醤油。最高にうめえ。そのね、中落ちのところって全然筋がないんですよ。結構マグロってね、筋との戦いやったりするんですけど、一番筋がないって言われてるのが、赤身の三角形の一番上の天身って言われるところと、あと中トロのここの血合いのすぐ下の血合い舌って言われるところ。そこがね、すごく繊維が少なくて美味しいって言われるところなんですけど、個人的にはね、僕こっちの中落ちの方が繊維がゼロなんですよ。舌触りの滑らかさがもうね、他の部位のものとはもう比べ物にならんすもんね。超うまい。で、やっぱこんだけ具材も大きいと、もうどこをすくっても全部中トロっていう感じ。だから言うなれば、全然繊維がない中トロがここにぶわっしり並んでる感じなんですよ、これ。僕ほんとこんないい部位もらってよかったんかな。なんかすごい申し訳なくなってきた。やば、今日僕めっちゃ喋るね。いやあかん、これマジで僕エンドレスでやりそうやわ。うまっ。もうこれみんなに食べさせたい。これ一人で食うならもったいないわ。てか普通にこの中落ちをほぐし出すっていう作業がすげえ楽しい。ご飯に中落ちドーンで、ここんとこを超うま。なんかもう今回の食材、この中落ちだけでよかったんじゃないかと思うぐらいほんと美味しいわ。で、満足感がすごいわ。心の満足感っていうんかな。最高。で、しかも、中落ち終わったと思ったら、もうひっくり返しゃもう一面ありますからね。で、こっちはまたお湯で食べていくとして、ちょっと小鉢いこうかな。大根の皮の生ハム巻き。いや、多分これね、美味しいと思っちゃうんね。これはバカほどうめえ。これ白ワイン欲しくなるな。でもって前回作ったこの手作りスイートチリソース、やっぱ相変わらず美味しいわ。で、大根の皮はあれね、歯応えがすごいいいね。シャリシャリ感というか、ハリハリ感というか、こう、パキパキ感というか、もう耳が心地いいもんね。いや、ほんとこれいいお酒のあてやわ。そしたらもうあらかじめ、この中落ち丼を作っておいて、続いてこの鬼つけいきましょうか。ただまずこの目玉の下のここのお肉んとこ。いや、てかほんと立派。プルップル。半端じゃなくうまいね。もうほんとこれ歯がなくてもいけますからね。ていうかもう歯茎がなくてもいけるわ。もうそのぐらいドゥルンドゥルン。でもってさらに目のもっと奥の方に、なんか白くてふわふわしたところがあるんですよ。それがここなんですけど、ここがね、また美味しいんすわ。もうマジでね、物理耐久力ゼロっていう感じよ。超うまい。で、ここがあれかな。眼球の表面って言ったらいいんかな。魚の目の表面のプルンってしたやつ。ここも美味しいんですよね。食感としては、ちょっと柔らかくなったサザエの鬼つけみたいな。んで、これよ、これ。マグロのエキスを吸いまくったこの大根。程よい染み具合。
もうちゃんと大根らしさを残しつつっていう感じ。でもしっかり染まってるっていうね。で、まあこのごぼうは言わずもがなで、うまい。よーく煮込んで、ホロホロってなったごぼうも好きなんですけど、個人的にはね、この歯ごたえバリバリがやっぱ好きなんですよね。ごぼうらしいというかね。で、このマグロの旨味が出まくったこの煮物を食べながら、この中落ち丼を頬張るというね、最高の贅沢やわ。そりゃ酒も進むわ。マジ幸せ今日。じゃあそんならば僕一度ここら辺の中落ちとか煮付けとかこの前菜みたいなやつとか、ここら辺で僕一旦静かに飲みます。というわけで中落ち完食。こっちの血合いんとこはまだ残ってる煮汁を使って煮付けですかね。血合いの煮付け美味しいよね。味濃くてね。よいしょ。てか骨からも絶対いい出汁が出るはず。またいいスープがね取れそうですね。そしたらこっからはこっちのネギいただきますか。もうこれ早く食べたかったんよ。もうこんなもん絶対美味しいでしょ。ちゃんとしたネギトロ。これをご飯にのっけて、はい、もう一丁のっけて、お醤油たらしいの。うわ、もうマジでうまいこれ。スーパーで買うネギトロとはもう全くもって別物。人工的な油とかじゃないですもんね。ちゃんとマグロの油。舌触りも香りも全然ちゃうわ。うまっ。じゃあネギトロといえばの、まず大葉で、このネギトロとたくあん挟んで、このとろたくがうまい。だからあれやっちゃいましょうか。まずはご飯にネギトロセット。んでたくあんもセット。んでこれを海苔で包んで、この食べ方が一番好きだわ。これほんと無限にいけるよね。ちょっとアクセント欲しいなと思ったら、こういった大葉とかみょうがとか、そういったものと一緒にこのネギトロとたくあんを海苔で挟んで、あー最高。ということでご飯が終わっちゃったので、もう残りのネギトロ分はもうご飯なしに普通に海苔で包む感じでいこうかな。で、飲み物を日本酒に変えながら、本日は純米大吟醸舘の皮、こちらもいただき物ですね。入りは優しいけど後からグッと強みがくるね。美味しい。まあ正直言うと僕は日本酒がねわかんないんですけど、焼酎しかわからん。でも美味しいのはわかる。というところで煮付けとネギトロが終わりましたので、一度この上を整理します。せーの。ここからはこちらの4種の丼を食べて締めと参りましょうか。でもまずはこれ丼というか、まずこのお刺身を食べたいんですよ僕。なのでまずはそれぞれをお刺身で食べて、でご飯はその後ですね。ではまずこちらのカマトロから、わさびちょっと乗っけて、でお醤油に落として、うわもう油がすごい。これうまいわ。なんだろうな、大トロみたいなぶっとい筋を感じるっていうよりかは、すごくきめ細かい筋がパーッと入ってるような感じ。んで、大トロと比べると、もちろん油の甘さとかそういったものも感じるんですけど、そこまで重たいとは感じんかな。なんというかね、きめ細かく上品になった大トロ。なんかいい表現見つからんですけど、とにかくうまい。じゃあ続いてここが脳天。これもわさびちょっとつけて、
これもすごいな、油が。こっちのカマトロと比べるとちょっとワイルドやね。ちょっと分厚く切ってもうたけんかな。やっぱ筋は感じるね。マグロってお腹のこの腹周りのところの大トロとか中トロの他にもう一個トロがあるんですよ。それが背中側の皮目に近いところというか、そこのところに魚体が大きくなると背トロっていうのができるんですよ。そこの背中側のトロがずーっと続いてきて、ここの脳天になるんで、確かに味わいというか風味的なものは背トロなんですけど、あれかな、最終的にこう筋がここにこう集結するけんかな、ちょっとぶっとい筋を感じるかな。ただね、大トロのところって結構太い脂がこう、うわっときてるんですけど、背トロって細かい脂がこう、無数にガーッと入ってるんですよ。こっちがカマトロで、こっちが脳天なんですけど、なんとなくわかりますかね。一本一本のサシというか脂が細かいの。だからもちろん脂の旨味とかも感じるんですけど、そこまでしつこくないというか、くどくないというか、ちゃんとマグロの味がわかるみたいな。個人的には、大トロと背トロやったら僕は背トロの方が好き。まあでもそれ以上に僕は中トロが好き。じゃあ続いてほほ肉。うわ、なんじゃこりゃ。これね、刺身というよりかは馬刺し、そういう食感だねこれ。はあ、面白で、隠し包丁も入れてあるけどそこまで筋は感じないんですけど、食感がすごいよ。魚で言うなら、そこまで熟成させてないスズキとかヒラメとか、プリンと跳ね返すような食感というか、馬刺し好きの僕からしたら結構僕ここ好きだな。これ生姜醤油も美味しそう、食べるなら。で、味自体は結構あっさりしてるんですね。赤身とかよりも全然癖がない。そんならば最後が第2の身。こここそほんと筋がな、すごいけんな。ちょっと心配ですけど。味はめっちゃ美味しい。こっちの脳天よりももっともっと脂が乗ってますね、こっち。ただその分筋がすごい飲み込めん。多分ここ火を通した方が絶対美味しいと思う。だから全体的に総評して、僕の切り付け技術がね、なかったのはあるんですけど、好きな順番で言うと、カマトロ、ホホ、脳天、第2。やっぱこのカマトロの美味しさがもうダントツで美味しいですね。ほんと大トロを超えた大トロって感じやわ。そしたらまずこっちのカマトロからいきましょうかね。お醤油パーッと。あー、うんま。もう何も言うことはないよね。なんだろう、静かになる美味しさだわ。ならお次がほほ肉丼。なんかもうほんと馬刺し丼ですわ。面白っ。そしたらこの辺でちょっと早すぎるような気はしますけど、だし茶漬けいっちゃいましょうよ。そしたらもう早速もうこのカマトロに熱々のお出汁をダバーっと。んでここに三つ葉の茎をファッと。あー、めっちゃいい香りする。あー、やっば、マジでうま。あ、いいね。もう一瞬でサラサラっていけるね。で、ちょっと個人的にもうちょっとしっかり味でもいいかな。だからお塩でちょっと塩分調整。ならもうどん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 いきましょう。てかもうラストスパートに参りましょうかね。もうあとこんだけしかないんでね。それならば、じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。
いや、なんていうかね、最初から最後まで幸福度というか満足感が半端じゃなかったですね。ただね、なんていうかね、例えばクエとか、それこそ今回のマグロとか、そういったものになると、なんというかね、経験値の浅さというものがもうすぐ露呈しますよね。もっともっとね、経験値がね、欲しいね。なんかこう、もたもたせずこう、パッパッパッとさばきたいというかね、いつか自分でマグロ1本さばきたい。50キロ以上の本マグロ。というところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。